今回のトヨタイムズは GR ガズーレーシングに関するニュースの2本立て。まずは台湾に新たにオープンした GR ガレージをご紹介。森蔵さんノリノリのドーナツターンに現場は大興奮。続いてはリニューアルした GR の工場を徹底取材。レーシングカー並みの量産車を生み出すこだわりの工夫と驚きの技。ぜひ最後までご覧ください。今回のトヨタイムズニュースは台湾からお伝えします。というのもこちら車のパーツショップなどが並んでいるこの町に実は GR ガレージがオープンするんです。世界最大規模となる GR ガレージ。この日報道陣が招かれお披露目が行われました。注目は台湾にあるトヨタの販売代理店ホタイモーターがルーキーレーシングともコラボレーションしたこと。ルーキーレーシングにとっては海外初の拠点となります。GR ガレージが目指すのは車好きが集う街一番の楽しい車屋。その思いを共有するために行われたのは GR ガレージがオープンする前に実はこんなことがあったんです。スタッフの皆さんを集めて秋夫塾を行うということが秋夫さんの発案で決まりました。スタッフからの質問に答え思いを共有する秋夫塾。最初はニュルブルクリンク24時間レースに参戦した理由と GR の成り立ちについての質問でした。2007年に初めてニュルブルクリンクに参戦しました。そこから遡って約3年前、私は成瀬博夢さんという人との出会いがありました。その成瀬博夢さんという人はね、テストドライバーの中でもご自身のことを、ドライビングドクターっていうかね、自分はドクターであるということをご自身が言ってた方でした。車と問診をして、もっといい車にするためにその車と語るね、その技を持ってる。多分成瀬さんは私のラストネームを見てね、車と語れる、トップになれる人を育てたかったんだと思います。ただ40代後半という年もあり、私が車を運転するというと世の中からは道楽息子というふうに言われました。当時のトヨタ自動車としてはこのトヨタという名前の道楽息子がね、勝手にニュルに参戦するならご勝手にと。それなので当時私自身が始めていたガズーというね、ガズー .com という、そのグループの名前を借りて、ガズーレーシングと名乗ったのが GR の一番最初だったと思います。我想问一下，为什么会成立 Rookie Racing 的契机？然后还有可以分享一下他们一天的行程大概是什么吗？トヨタ自動車といいますとね、本当に多くの部署とね、多くの人たちが関わっています。ただ会社が非常に大きくなったこともあって、3万点の部品は見てるんですけど、車っていうものを見てる人がだんだん少なくなってしまったと。それなのでルーキーレーシングというね、小さい会社を作りました。もっともっと車のことが詳しい人、もっともっと厳しい環境で車の運転をしている人たち、そんな仲間たちとの出会いもあり、そのモータースポーツを起点にしたもっといい車作りがさらにトヨタのもっといい車に貢献できるな。サーキットラリーの会場で車を壊しながら
また壊れたところを直し、直したところを強くするとまた新たに弱いところが出てきます。その連続をしながら最後お客様がこれいい車だねっていう活動をやるにはね、ちょっと大企業では難しいという判断でルーキーレーシングを設立することにしました。私一人ではきっとね潰されてたと思いますけども、私には仲間がね、もっといい車を作りたいという仲間が徐々にですが集まってきたおかげで今こうしてね台湾に GR ガレージができるようなね嬉しいニュースが飛び込んできたということだと思います。去年の12月にねこのお店に来て第一印象はいい場所に建てられたなというふうに思いました。非常にパーツ屋さんとかねそういう会社がいっぱい周りにいるなっていうのはものすごくいいなというのが私の第一印象です。ややもするとね競争相手ということなんですけど、僕は競争相手じゃないと思います。共に自動車好きを増やす仲間たちというふうに思って、彼らからもね新しく来たこの GR ガレージがそういう仲間として受け入れられるようにぜひ皆さんのお力お貸しいただきたいなと思います。それで今日の午後ねここのお店のね、オープニングで多くのメディアの人が来られると思います。レーシングドライバーはじめいろんな人にスポットライトは当たりますけれども、やはり皆さんにもスポットライト当たってるよということを忘れないでいただきたいと思います。だから最後に皆さん笑顔の練習しましょう。私のばらつきのない笑顔です。はいはい、やってみてはい。ですから今日全部この笑顔で迎えてください。笑顔とありがとうという言葉にね嫌がる人いませんから。はい、シェイシェイ。では台湾にオープンする GR ガレージがどんな場所なのか紹介しますね。まず入りますとすごい世界観、森蔵さんの大きな写真ね飾ってありますね。で右側にビーってと成瀬さんとのツーショット写真もある。こういったところでまずストーリーを感じるという意味ではここに本物の車が置いてあるんですね。これが成瀬さんと森蔵さんが2007年にニルに実際にレースに参加した109号車アルテッザですね。これ下も凝ってるんですね。森蔵ってこう落書きのようにね書いてあって、ルーキーちゃんがいて、でここに走る壊す直すね。でこの2007年の時に走ったアルテッザの横に今回ニュル24時間に挑戦するヤリスが止まってるんですね。かっこいいですね。こうやって昔森蔵さんが走ったね車と次に走る車、ね、こういったところにストーリーをね感じますよね。奥も行ってみましょうか。ガレージだけにいろんなねパーツが置いてあるんですが、目玉の一つがあちらなんですね。トヨタのワールドラリーチームの実際に走った車のパーツなんですね。へこんでたり傷がついてたりね、これ見るだけでも興奮しますもんね。さらにですね、いろいろ車を楽しめる仕掛けもありまして、ほらこうやってほら走らせて遊べるんですよ。ほらよいしょ。これでみんなでこう並んで競争したりできるんですね。これ子供も楽しめますからね。でさらに大人も楽しめるものがあるんです。私もやりたい、こちらシミュレーターですね。実際にサーキットを運転しているように楽しめる場所もあるんですよ。早速ルーキーレーシングのドライバーが挑戦。皆さん無言でやり込んでいます。それもそのはず、実はある仕掛けがあったんです。何やってたんですか。ちょっと今無言でみんなで集中して、ね、グランツーリスモのタイムアタック、でここに来てくださる方が、僕らのタイムに挑戦してくれたら面白いだろうなと思って、ターゲットタイムを
出してました。だからこう名前が入ってるんですね。ここにタイムがこう書かれて、そうですね。で来た人がそれを目指して頑張ると。はい。車にちょっとでも興味を持っていただいたからここに来ていただいて、で車を見るだけじゃなくて、運転する、で街の中で運転するだけじゃなくてサーキットで運転するっていうところってどんなものなんだろうっていうのをここでまず簡単に体感できるっていうのは非常にいいんじゃないかなと。よかったらどうぞどうぞ。すいません。喋りのプロとしてということで私も挑戦してみました。すごいこれ僕やったことないんですよ。やったことないんです。ちゃんと。ブレーキです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 。あ違う間違えた。アクセル入れちゃった。アクセル入れちゃった。ブレーキ。ああだよねで曲がってからアクセル。最初はクラッシュ続きでしたが丁寧な指導のおかげで随分と上達できました。なんか上手くなった。でブレーキですブレーキ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 。おお間に合った。で一足まで落としてもいいから。石浦さん、大輔さん、ありがとうございました。楽しいこれ。楽しいのだけはわかります。さあお待たせしました。いつものすごいのが始まりますよ。どうぞ。続いては大盛況のデモラン。取材に訪れた台湾メディアも大興奮です。中にはタイヤカスを手に取ってリポートする人の姿も。不错你看，从地上直接搬起来，我也用不到。轮胎位哦。 You were excited to see Morizo-san's demo, right? Because this very exciting because the first time. 初めて初めて見た。見た。車大好き。森野さんありがとう。GR ガレージが台湾にできたっていうのはどう受け止めていますか？我觉得就是非常非常的开心又感动，就因为我们台湾其实以现在整个汽车工业的发展，还会有车厂愿意就是在推广赛车运动这一块，那让更多的人有机会热爱赛车跟体验赛车的活动，我觉得真的是非常棒，非常感动。台湾に GR ガレージがオープンするということで取材をされていましたけれども、どんなところに注目していますか？おー、WRT。 Yeah. The real racing car parts over there. Yeah. And because I'm the 33 years journalist for automobile. しかし台湾の一般の人にとってモータースポーツはまだ身近な存在ではないそうです。Because in Taiwan there's only 2 racing circuits in the middle, in the south, and Taiwan people not realize all about the racing car event. So that's quite a lot of pity for the car culture. But I guess in these 3 years, young generation go to car battery.
So they will learn something from motorsports, from racing car. So I think in the near future we'll have chance to increase the motorsports concept to the young generation. じゃあそのヤングジェネレーションたちが車好きにどんどん変わっていくであろう未来にこの GR ガレージは貢献できそうですかね。 This place is correct. For a young generation, they can have the correct idea to modify cars. するといました、車好きのヤングジェネレーション。あーすごいすごい。今日メディアのためプレスデーなんですけれど、一般の人たちも来てますよ。旗とか持ったりとかグッズ持ったりしてる。はい、こんにちは、你好。你们好。你们喜欢汽车吗？好きです。大好き。はい。ね。GR ガレージができてどう思いますか？对于台湾的赛车环境又是迈向更一大步，因为说真的，台湾对于赛车的刻板印象很糟糕，因为大家都觉得说台湾赛车手都会到路上飙车，但是赛车是一种安全驾驶的最高表现，所以这个赛车是正面的，所以有了这个据点，我们可以让更多人知道说赛车是安全的，而且是赛车这个运动转成正向的。谢谢 Thank you so much。 ジャスティンさん、オープン前のガレージにタイヤの跡がいっぱいついてますね。そうですね。車のタイヤの匂いもまだするし、これは綺麗にするんですか？このまま残すんですか？ I think we will leave it. あ、残す。 Maybe leave it. This is art. Yeah. art. Yes. Yes. Beautiful art. Beautiful art. Yes. この GR ガレージを台湾の中でどういう存在にしていきたいですか？ Actually, GR is so important to Taiwan market. We will have every dealer will have at least one store to have a GR enthusiast or people who love cars to a place for them to gather and to talk about cars. Yes. しかも世界で初めてルーキーレーシングの車もグッズも扱うお店っていうことも結構大きいんじゃないですか？ This is also the first time Rookie Racing has go overseas. Yes. I think in the future, there's many ways we can cooperate, whether products, whether even driver training, customer training, so many possibilities. So we are looking forward to. そして森蔵さんからは、台湾のみならずアジアの皆さん、そして世界中の皆さんの車好きが集う場所にしてもらいたいというふうに思ってます。自分も車好き、自分も運転大好きだけど、この GR ガレージに来たらもっと車好きな人がいた、もっと運転好きな人がいた、もっと運転うまい人がいた、もっと車作りうまい人がいた、そんな人たちで一緒にもっともっといい車作りがこの場でもうスタートすること、私の希望です。続いても GR にまつわるお話です。こちらは元町工場の中にある GR ファクトリーなんですが、ここで作られた GR カローラ、 GR ヤリス、そしてこちらの車、森蔵さんが走って壊した GR-MN ヤリスが並んでいます。これからここ生まれ変わった GR ファクトリーの決起集会が行われます。ただいまより GR ファクトリー決起集会を開催いたします。多くの知恵と工夫を織り込んで、この新しい組み立てのファクトリーを立ち上げていただいたこと、心より感謝申し上げます。これまで私たちは、若干安全品質、生産性を日々改善する、進化させていくことは得意でしたけれど、もっといい走り、もっといい車に向けて、車と同時に私たちの工程も技能も日々進化させていく、進化させていただいている、そういう工程であると思っています。これからもこの進化を続けていきましょう。森蔵さんが掲げてくれた
競技で勝てる車を作ってそこから量産車を作ろうよ。モータースポーツで人と車を鍛えてもっといい車を作ろうよ。モータースポーツはスペックだけじゃダメだと、やっぱり物語ストーリーがいるんだよと、そういう話も教えてもらいました。これから新しい物語ストーリーを作っていくのはここにいる一人一人です。レースでは一戦一戦さらに速くなっていこう、さらに順位を上げていこう、そんな改良がどんどん続いていってます。皆さんの技術や技能も同じように一戦一戦磨いていかないとそれにはついていけません。ここ一緒になってみんなでついていってこの物語を一緒に作っていきましょう。決起集会では開発ドライバーらが開発への思いや舞台裏を話し、工場スタッフと共有し合う場面も。やっぱ最後マスタードライバーに乗ってもらって、モータースポーツで勝てる車を量産する、一体どんな秘密があるんでしょうか。それでは GR ファクトリーを案内していただきます。大場さん、よろしくお願いします。こんにちは。第3組み立て大場です。よろしくお願いします。でですね、まず中に入っていただく前に、いろんな施策をしています。その中の一つ。ちょっとびっくりした。女性ロッカールーム。女子ロッカールームです。入っちゃうんですか？入っちゃいますよ。それちょっといけないんじゃないですか？あれ、僕女性じゃないから。はい。じゃあちょっと開けてもらいましょう。すみません、ごめんなさい。すみません、ちょっと覗こうとしてたんです、一人。ダメですね。じゃでもちゃんと取材するって書いてあるからいいんで。そうですね。オッケーですね。すみません。失礼します。中の方どうぞ。失礼します。何こんなくつろげるようになってるんですか？そうなんですよ。男性の視線が気になってゆっくりできないよとか、体調が悪い時に横になれないよとか、私も実際妊娠してる間も働かせていただいてたんですけど、その時にやっぱちょっと横になりたいってなった時にできなかったりしてたんで、その困りごとを受けて今回移設でこのようなルームを作っていただきました。こういう感じでこういう感じでくつろげる。結構くつろげそう。そうなんですよ。ねえ。すいません、じゃあトヨタにいる限り。工場で働くスタッフが GR をより好きになってもらうために新たな作業服も作ったそうです。従業員しか着れない、かっこいいんですよ。これもじゃあできる。帽子もすごい。名前を入れておきましたんで。すごい。工場勤務できる。ありがとうございます。じゃあ今日これで。そうですね。これで回りたいと思います。有吉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。それでは中に。はい。お願いします。この赤と黒のね。そうですね。赤と黒と GR から。GR ファクトリーの中には車好きになってもらうこんな仕掛けも。何これ？ゲーム置いてあるんですか？そうです。走ってる走ってる。シミュレーション富士スピードウェイ。昼休みだとか仕事終わった後だとか、こういうことをやりながら、車に興味を持ってもらうと。ここ最近の若い人はなかなか車に興味を持ってないっていう人が多いってよく言われますよね。そういう中でちょっとでも車に触れてもらって。なるほどね。でも実際に森蔵さんたちが GR ヤリス GR カローラでこの富士スピードで走ってるわけですから、作ってる皆さんもその気持ちになれる。そうですね。それでは熟練の技とこだわりの工夫が詰まった組み立て工程を詳しく見ていきましょう。トヨタの一般的な工場では動いている車に流れ作業で部品を組み付けていきます。しかし GR ファクトリーではトヨタの一般的なラインですとゆっくりゆっくり動きながら作業をするんですけれど、ここはラインが今止まってますよね。9分のタクトだとすると1分流れて止まって1分また流れる、それで一つのくくりなんですね。止まって組み付けに集中することで精度の高い組み付けができるということです。量産ではありますけれども、街のガレージに近いような作り方をしてるっていう。そういう感じになります。そして部品の組み付けはロボットを使わずほぼ手作業。そこにもこんな理由が。やっぱり GR ファクトリー人を育てるというところもあって、人の技能を磨くっていうのも一つになります。もっといい車作りと人作りを一緒にやってるのが GR ファクトリー。なるほど。続いてはブレーキやサスペンションなどの足回りについて。
ここではですね、車の三原則、走る、止まる、曲がる、この3つの性能を 100% 引き出すための作り込みを行っています。めちゃめちゃ大事なとこじゃないですか。ここは GR ファクトリーでの金属と言われていると。その作り込みの一つがパーツの計測作業です。仕入れ先様から入れていただいているこの部品なんですけども、トヨタの規格の中に入っている良いものばかりを入れていただいている。それをさらに計測する。これは走りのために計測するということをやっています。パーツにはごくわずかですが個体差、ばらつきがあります。それを計測し、最適なパーツ同士の組み合わせをコンピューターが解析し、初めて車に組み付けられるというのです。見た目は全く変わらないコイルスプリングもちょっとした差も許さないというぐらいの計測を行ってですね、この中からそのバネの力の差の少ないものを2つこう、解析して、それを取り出して組み付けをすると。ラリーの世界でもそうですけど、サーキット走行でもやっぱりこれが差があるとですね、やっぱ右に曲がりやすい、左に曲がりやすいだと、やっぱりドライバーも結構操作するのに苦労するんで、そこら辺もですね、操作安定性というところでこだわってやっています。精密に組み上げられた足回りを次はボディに取り付けます。そこにはこんな工夫も。普通のラインですと車両が上にあってエンジンとかって下から上に持ち上げて締め付けます。GR ラインではですね、ボディを上から下に下ろして締めるんですね。下からエンジン、重いエンジン、上は軽いボディをぐーっと持ち上げて締め付けていくと、どんどん歪みが出ているんです、ボディに。もちろん通常の車ではそう大したことのない歪みかもしれませんが、やっぱり我々 GR ヤリスベース車両を作ってるということもあって、ボディの歪みっていうのはやっぱり致命的。本当だってもう誤差範囲の歪みだと思うんですけど、それも許せない。そうですね。なのでエンジンとかを下でボディを上から下ろして精度の高い組み付けをするということになります。最後の工程は検査です。モータースポーツで鍛えられた走りを実現するためのタイヤやホイールの調整にヘッドライトの調整を行います。そして何を検査するんですか？ローラーの上を走って、乗り心地だったり、イオン振動というものを検査します。ああ、本当だ、ローラーがある。そうなんですよ。ハムスター状態ですね。そうです。走る。そうです。おお、走ってる走ってる。ああ、かなりスピード上げてますよ。ギア上げてきた。大体何キロぐらい出るんですか？最高は150キロまで。150も出せるんですか？こうしてレーシングカー並みの作業を行い量産を続ける GR ファクトリー。実は GR 車両のオーナーはこの工場を見学できるそうです。紹介しきれなかったこだわりもまだまだありますので、ぜひ見学に訪れてみてはいかがでしょうか。最初この GR ヤリス1車種で始まった工場でした。ですのでもう小さくコンパクトにで、正直台数も出るのかすごい不安な中で始まったGR ラインだったんですけども、それが実は今3車種も作らせていただいてて、そういう意味では本当に感無量といいますか、ちょっと感動を覚えているというのが今の正直なところです。本当 GR を取材し始めて一番びっくりしたのが、売り出してるのにどんどん改善して進化を繰り返して、終わりがない、もっといい車作り、それを続けていくということですね。はい、森蔵さんもいつもその車立ち上げたのが今までトヨタってゴールだったじゃないですか、じゃなくてそこはスタートなので、だからこの GR ファクトリーも一緒です。新しくなったよねがゴールじゃなくて、ここがスタートになると思います。楽しみにしております。はい、ありがとうございます。楽しみにしてください。楽しみにしてください。頑張ります。楽しい。ありがとうございました。ありがとうございます。